この絵本当に下手すぎ。もうどこのドイツなんでしょうね、こんな下手くその絵をネットに上げたクソ野郎は。僕なんですけど、こちらのイラスト、初心者さんあるあるな問題点をすごいたくさん含んでいるんですよ。こういう工程はプロもやってる、サボらない方がいいんだっていうことに気づいたからこそ今の絵が描けてるんだと思っています。皆さんこんにちは。お絵かきバーチャル YouTuber のヤキマエルです。この絵本当に下手すぎ。もうどこのドイツなんでしょうね、こんな下手くその絵をネットに上げたクソ野郎は。僕なんですけど、こちらのイラスト、僕が10年ぐらい前に描いたひだまりスケッチという作品のユノッチのファンアートです。で、こちらのイラスト、初心者さんあるあるな問題点をすごいたくさん含んでいるんですよ。なので今回の動画ではこちらのイラストの問題点は何なのかっていう話と、実際に改善方法を実践していきたいと思います。ぜひ最後まで見ていってください。で、こちらのイラストに対してボロクソ言ってるんですが、そんな言い方するなんてひどい。絵が下手でも一生懸命描いた作品かもしれないじゃんって思う方がいるかもしれないので、ちょっとお話ししたいんですが、こちらのイラスト、ただ単に下手なのがダメだって言ってるわけじゃないんです。そう、こちらのイラスト、下手なことが一番の問題点ではないんです。誰だって下手な期間はありますし、下手でも一生懸命描いていれば僕は良いと思っています。でもこのイラスト、なんとですね、一生懸命描いていないんです。そう、一番の問題点はこの一生懸命描いていないという過程なんです。どういうことかと言いますと、こちらのイラスト、絵を描く上でサボってはいけないことをたくさんサボってるんですよ。プロのイラストレーターでも一生懸命作品を描いてるのに絵が上手くなくていろんなことをサボってる作品なんて最悪じゃないですか。だからこのイラストはダメだって言ってるんです。ただイラストの初心者さんの場合はサボってはいけないことがそもそも知らないだけの場合もあると思います。ですので今回の動画でぜひ身につけていってもらえたらと思います。それでは早速やっていきましょう。それでは添削のような形で進めていきたいと思います。まず一つ目のこのイラストのいけないところはポーズです。ちょっと振り返った感じで少しローガングルでスカートを押さえてる感じで微笑んでるっていうアイデアはとてもいいんですけど、この絵を描いたやつこのポーズ描くのに慣れてないくせに写真も撮らずに絶対この絵描いてますよね。もうそこが最悪です。昔の自分なんですけど、描き慣れてないポーズを描くときにデッサン人形とかポーズ集とか自分の写真を使わないってのは本当に無謀です。この絵はその過程をサボってる最悪なイラストです。ですのでまず写真を撮って当たりを描いていきましょう。はい、ということで写真を撮ってラフ画を描きました。どうです？これが写真の力です。もう全然違いますよね。キャラクター変わってんじゃねえかってツッコミあると思うんですが、ユノッチは今だと知らない方も結構いるかもしれないので、今回はオリジナルで描いていきたいと思います。ポーズも変わってんじゃねえかってツッコミあると思うんですが、ポーズに関してはデッサン人形やポーズ集や写真を撮ってる過程でこのポーズいいなってのがあったらもうどんどんね変えてった方がいいと思います。実際のポーズを見てみないと気づかない構造とか自然な仕草とかってたくさんあると思うので、そういうのはどんどん取り入れてった方がいいと思います。もしかしたらプロでも全然写真とか撮らないで描いてる人いっぱいいんじゃん、なんで写真撮んなきゃいけないんだよって思う方もいるかもしれませんが、写真とかポーズ集とかデッサン人形などを使わずに自然なポーズが描ける方は今まで散々そういうものを使ってイラストを描いてきたような人たちです。ですのでまだ自然なポーズが描けないっていう方は何かを参考にして絵を描くっていうことをサボらずに描いてください。それでは次のダメなポイントに移りたいと思います。こちらのイラストすごい線画がカクカクしてるじゃないですか。こういう線画になっちゃってる初心者さんって結構いると思うんですね。こういう線画になっちゃう原因は下書きを描いてないことなんです。そう、次のダメなポイントは下書きをサボっていることなんです。
こいつはまともな線画を描けないにもかかわらず、下書きという工程をサボっている本当にひどいイラストレーターなんですよ。まあ昔の僕なんですが。で、今回描いてるこちらの右のイラストはラフの段階で結構綺麗に描けちゃったので、別のイラストで説明したいと思います。こちら僕が描いたドルフロの4色ちゃんの二次創作イラストなんですが、線がカクカクしちゃうような方っていうのは、一番ひどいパターンはこんな感じのラフからいきなり線画を描いてる方です。線がカクカクしちゃう原因は、どこに線を引いたらいいかわからないラフ画から線画工程に入っちゃうことなんです。そうするとよくわからないからカクカクしちゃいます。で、もうちょっとラフ画を整えたのがこちら。でもこの状態でも、例えば右肩のあたりとか、この辺もぐちゃぐちゃしてますし、この辺とかもぐちゃぐちゃってしていて、どこに線を引いたらいいのかよくわかりません。で、このぐらいのラフ画から絵を完成させるプロの方たくさんいるんですけど、それはその人たちがめちゃくちゃ今まで絵をたくさん描いてきたから、こういうラフからでも俺にはわかる、どこに線を引いたらいいのかがわかる、完成作品が見えるぞってなっているからなんです。それがまだ見えない方は、このラフからさらに線画用の下書きを描いていく必要があります。こちらが下書きです。ここまで下書きをしっかり描けば、線を描く場所っていうのが明らかですよね。下書きがこうなっていれば、さっきのようなカクカクした線画になることはないと思います。ですので、汚い線画から描くべき線が見えてこないレベルの方は、大ラフで済まさず、ラフ、そして下書きまでしっかりと描くようにしてください。次のポイントに移りたいと思います。次のこの左のイラストのダメなポイントは、配置を検討していないことです。なんか顔がすごい左に寄ってて、絵全体のバランスが悪いんですよ。ですので、ラフ画ができたら、まず配置を見直すようにしてください。こんな感じで配置を変えてみました。他にもこんな感じで少し斜めにしてみたりなど、いろいろな配置があると思います。とにかく自分がカメラマンになったつもりで、一番エモいと思える配置を探し出してみてください。もう左のイラストは多分ラフからそのまま描き上げちゃってるんでしょうね。本当に最悪です。昔の僕が他にも気になる点はいろいろあるんですが、キャラクターについての特にひどいサボりは以上になるので、キャラクターは仕上げちゃいたいと思います。はい、仕上げました。で、ここまで来て、なんだよ、ただ単に絵が上手くなっただけじゃねえかよって思う方もいるかもしれないんですが、もちろん左の絵に比べて右の絵は10年経ってるんで、さすがに上手くなっています。でもそれはめちゃくちゃイラストをたくさん描いてきたからです。今回の動画はこれをやればこんなに絵が上手くなりますっていう動画ではありません。左の絵はプロでもやってるような工程を省いてるんですよ。それだと絶対にいい絵は描けないし、それって旗から見てすぐに分かっちゃうことなんですね。だからこの左の絵はクソなんです。10年前に僕が描いた絵なんですけど、で、上手くなるっていうのは今すぐにできることじゃないじゃないですか。でもサボらないってことは今すぐにやれることだと思うんです。なので皆さん、左の絵のようなクソみたいな絵を描かないようにしていきましょう。とちょっと話がそれましたが、次のポイントを見ていきましょう。次のこの左の絵のひどいポイントっていうのは背景です。この背景、ただ単に下手だっていうことがいけないんじゃないんです。この左の絵を描いたやつは、背景を描くときに雲の描き方や木の描き方を知らないのに、全く何も勉強したり調べたりせずに描いてるクソ野郎なんです。昔これ何度も言っていますが、描き慣れていないものを描くときは絶対に調べるか本物の写真などを見ながら描くようにしてください。例えば空の描き方なんてネットでちょっと調べれば、濃い青から薄い青のグラデーションをまず描いて、で新規レイヤーを作って雲の形を描きましょう。で、ぼかしたり追記しながら形を整えていきましょう。そしたら不透明度をロックして影をつけていきましょう。影は少し青みがかったものにすると自然です。この時光源の位置を意識しながら影をつけていきましょう。影の境界などにぼかしを加えたり、全体的に形を整えていったら雲の完成です。
というような内容ってちょっと調べればすぐに出てきます。で、こちらの左のイラストの空を見てほしいんですが、下手だとしても下手なりにさっきの手順をやろうとしてた形跡が全くないじゃないですか。これって調べてないってことなんですよ。なのでこの左の絵の背景はクソだって言ってるんです。で、さらにこちらの左のイラスト、この感じの構図だともうちょっと後ろの円形が何かしら見えると思うんですね。でも多分この時の僕って描けないからはしょってるんですよ。で、このイラストなんかは木漏れ日があるので、多分木とかが見えればいい感じなんじゃないかなって思うんですよ。で、木の描き方に関しても適当になんかこうシルエットを描きましょう。そしたら不透明度を保護にして軽くグラデーションを入れていきましょう。そしたら上から細かい葉っぱを加筆していきましょう。光源を意識して明るい色も入れていきましょう。さらに木の枝や葉っぱなどを加筆したら完成です。っていうのもちょっと調べればすぐに出てきます。別に僕は背景がすごくうまいわけではないんですけど、調べもしないで描いたかどうかっていうのは正直一目瞭然です。ですのでこの調べるっていう工程は省略しないようにした方がいいと思います。ということで背景を描きました。サボらないで描いた絵の完成になります。どうですか皆さん、全然違いますよね。もちろん単純に絵が上達したっていうのもあると思います。でも左の絵を描いた時みたいにいろんなことをサボっていたら絶対に右の絵は描けるようになっていないと僕は思っています。途中でこういう工程はやった方がいいんだ、こういう工程はプロもやってる、サボらない方がいいんだっていうことに気づいたからこそ今の絵が描けてるんだと思っています。ですので初心者の方はプロの人とかが汚いラフ画から綺麗な絵をパパッと仕上げてたり、何にも見ないでかっこいいポーズを描いていたり、背景をささっと描いていたりして、そういうのが当たり前だと思ってしまうかもしれませんが、そういう方々はこういう工程をしっかりやってたくさん絵を描いてきたからそういう状況にあるんです。ですので初心者のうちは何かを参考にしてポーズを描いたり、ラフ画じゃなくて下書きまでしっかり描いたり、ポーズを調整したり、描いたことないものを描くときは描き方を勉強したりして絵を描くようにしてください。それが今回この動画で僕が皆さんに伝えたかったことです。ちなみに今回紹介したような内容をサボらずにちゃんとやって絵を描いていると絵がすごい勢いで成長していきます。そのことについてはこちらの絵の練習しちゃダメ、最速で成長する方法という動画で紹介していますので、まだ見てない方はぜひ見てみてください。ヤキマエルのお絵かきチャンネルではお絵かき関連の動画をアップしています。チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録よろしくお願いします。高評価ボタンも制作の励みになるので押してくれると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。では。